今回は私が購入した iPad Air 4の保護カバーを紹介したいと思います。Apple 純正の保護カバースマートフォリオと比較しながら良い点と気になる点を紹介していきます。実は iPad Air 4の保護カバーは指紋認証が搭載されているトップボタン部がくり抜かれているタイプがありますが、指紋認証や登録がしづらいといった問題があります。この動画ではどのように指紋登録と認証を行っているか、コツを動画の最後の方で紹介していますので、ぜひ最後まで動画をご視聴いただければと思います。説明欄の方にも商品のリンクを貼っておきますので、気になる方はクリックしてください。まずは外観からですが、このようになっています。前面はポリウレタンを使用しており、カラーはブラック、ライトブルー、ダークグリーン、ライトグリーン、ピンク、ブルーグレー、グレー、ネイビーが用意されています。私の前面のカバーの色はライトグリーンですが、色味は iPad Air 4の薄い本体色に対し、やや濃いめの色合いで本体の色とも相性が良いように見えます。また背面は半透明の樹脂でしょうか、強度があり十分 iPad の本体を保護してくれているように見えます。半透明ですがほのかに iPad Air 4の本体色が見え、Apple のシンボルであるリンゴマークも見ることができます。これはおしゃれですね。前面背面のカバーとも触った感じが滑らずマットな感じでつかみやすく、 iPad を落としてしまうリスクを下げてくれていると思います。側面は柔らかい素材で作られており、ボタン部分を押すのに問題はありません。また横側面は Apple Pencil 第2世代の充電に対応しているようです。さてその Apple Pencil ですが、カバーを開けると本体の横に収納できるスペースがあり、ここに収納することができます。私は Apple Pencil ではありませんが、別なスタイラスペンを使用してここに収納しています。そしてこの角の部分ですが、見た感じ丈夫で落下時の衝撃から本体を守ってくれそうな感じがします。この大きさの iPad の場合、重さもそれなりにありますので、落下時のダメージは大きいとは思いますが、いくらかダメージを和らげてくれそうです。そして上面ですが、指紋認証機能搭載のトップボタンの部分がくり抜かれており、指紋認証に対応できるようになっています。とはいうものの、このように前面側が高くなっているので、指紋登録や認証がしづらいといった問題があります。ですが、指紋登録、認証の際のコツがありますので、動画の最後でそれを紹介したいと思います。このカバーに限らず、似たようなカバーでこのコツは使えるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。前面カバーは折り曲げることができ、このように iPad を立てることができます。動画の視聴やパソコンのようにキーボードでタイピングしたり、動画編集をしたりする際に重宝します。また、このように折り曲げて掴むことで iPad を縦方向で使用する際、左手で持ちやすくなります。iPad を使用中落下させないという点では掴みやすくて良いと思います。最後にこの保護カバーはガラスフィルムがついており、 iPad のディスプレイも保護できるようになっています。通常ガラスフィルムだけでも1000円くらいすると思いますので、ガラスフィルムがついて2500円程度は良い値段ではないでしょうか。私は不器用ですが、ガラスフィルムも貼りやすく、気泡がつくことなく貼ることができました。さて次に Apple 純正のカバーであるスマートフォリオと比べてみましょう。ここからは Apple のホームページを見ながら比較していきたいと思います。スマートフォリオの特徴は継ぎ目のないポリウレタン製で作られており、
カラーはディープネイビー、キプロスグリーン、ピンクシトラス、ホワイト、ブラックの5色があります。写真にあるように装着した際のサイズ感はぴったりでおしゃれな感じになっています。このあたりは先ほど紹介したカバーに比べて薄くて軽くてコンパクトな感じになっているかと思います。またマグネットで装着できるので簡単に取り付け取り外しができます。ですが軽くて薄い分落下などの衝撃にはあまり強くありません。また側面がむき出しになっており前面背面カバーが本体サイズぴったりなので落下時の側面保護はほぼ期待できないでしょう。本体保護性能は先ほど紹介したカバーと比べても劣っていると思います。ただし側面がむき出しになっている分トップボタンでの指紋登録や認証は問題なくできるものと思われます。また Apple Pencil の側面への吸着、充電も問題ないでしょう。値段は税抜き8500円などで税込みだと9300円ほどでしょうか。保護カバーに関してはかなり値段が高いように感じます。確かにコンパクトで薄くおしゃれな感じですが、カバーに保護の機能を重視するのであれば Apple 純正のカバーは向いていないと思います。見た目重視であればかなり値段は高いですがありかもしれません。さて最後に私が紹介したこの保護ケースの指紋登録認証のコツを3点紹介したいと思います。まず1点目は指紋登録は必ずカバーを付けた状態で行うということです。カバーを付けた状態だと通常はうまくいかないのですが、それは2つ目のコツで紹介します。カバーを付けた状態で指紋登録しておくと画面ロックを解除する際の認証も登録の時と同じ状態でできますので認証がスムーズにいきます。そして2点目のコツは指紋登録の際、人差し指の場合やや外側、この部分を使ってトップボタン全体を覆うようにかぶせてあげることです。通常指紋認証を行う際、私たちは無意識に指の先端付近の真ん中、この辺りですね。ここで指紋登録と認証をしようとしてしまいますが、このカバーの場合、手前側が高くなっていますので、トップボタン全体を覆うように指をかぶせることができません。そのため、いつも通り指を置こうとすると、エラーが出て指紋登録できません。しかし、iPad の指紋認証は2段階あり、1段階目のみトップボタン全体を覆う必要がありますので、先ほど説明した方法でボタンを覆い、指紋を認識・登録させます。それでは実際にやってみましょう。うまく1段階目の登録がクリアできました。それでは2段階目に進みましょう。ここで3つ目のコツですが、2段階目の認証では先ほど認証させた指の部分を使いますが、トップボタン全体を覆わず指紋を認証させ登録させるということです。1段階目の指紋認識登録の方法ではボタンの全体を覆わせるため、それをロック解除の指紋認証の方法にしてしまうと毎回大変です。ですので実際はボタンの全体を指で覆わせるということは通常しないかと思いますので、実際の使用に近く指の同じ部分を使いますが、部分的にボタンに覆わせるイメージでやってみると良いでしょう。それでは実際にやってみましょう。どうでしょうか。うまく2段階目の指紋認識登録が終わりました。これで指紋認証機能を使うことができます。それでは実際に指紋認証を行ってみましょう。今回は iPad Air 4のカバーと指紋登録、認証の問題とその対策について紹介しました。
今後も皆さんの役立つ情報と商品紹介を行いますので、チャンネル登録と評価ボタンよろしくお願いします。